今回はフェラーリの F310 パート4です。マシンが抱えた問題点。この96年の F310 はシューマッハが移籍してきて3回勝ちましたけど、車としてはやはりウィリアムズに対しては一歩も二歩も遅れている。あくまでシューマッハの腕で3回勝てたっていう感じでした。じゃあこの車の一番大きな問題点は何だったのかっていうことと、それに対してチームとドライバーはどういう対処をしてたのかっていう話をしたいと思います。結局はシューマッハが素晴らしいっていう話になっちゃうんですけども、まず最初はね、今回は珍しくエディ・アーバインのインタビューから紹介したいと思います。これシーズンが終わった後のインタビューです。フェラーリは今年中に全く別物に変化したとみんな言うだろう。例えば、カナダグランプリでハイノーズに変わったことなどを指してね。でも、いくらかの改善の後は見られるものの、実際にはほとんど変わってないんだ。シーズン終わってるんで、アーバインは遠慮なく車に対して言ってます。この F310 は、最初ローノーズだったのに、この写真の通り、カナダグランプリからハイノーズに変わりました。車を速くしようとアップデートをずっと重ねていたのは間違いないんですけども、アーバインが言うには実際にはほとんど変わってないって言ってますね。今シーズンのフェラーリはエアロダイナミクスが非効率でバランスも最低の豚だった。あらゆるコーナーのタイプに全て不適用。セットアップをしようにも妥協に妥協の上塗りをする以外にやることはなかった。さすがアーバイン、ドストレートなコメントをしてますけども、とにかくエアロダイナミクスがダメだと。で、バランスも最低の豚って言ってますね。で、あらゆるコーナーのタイプに不適用。スローコーナーだろうが、ハイスピードコーナーだろうがダメだって言いたいんでしょうかね。セットアップしようにも妥協に妥協って言ってますけど、車のどこかいいポイントを活かしてセットアップするっていうよりも、とにかくごまかしを重ねるようなセットアップしかできなかったって言いたいんでしょうね。アーバインらしい、これ、物の言い方ですけど、でもこの車がどういう車だったのかっていうのは、これでよくわかりますよ。逆に考えると、冒頭申し上げました通り、やっぱりシューマッハの腕で勝っただけなんだなとも思います。で、じゃあ、このダメな空力に関して、設計したジョン・バーナードさんは、こう言ってます。昨年のマシンが他の優れたマシンに比べ、空力面で劣っていたことは、おおむね認めている。だから我々は空力を向上させることに主眼を置いたんだ。私は今回エアロダイナミクスに関しては、これまでにないほど他人の意見を取り入れた。バーナードさんとしては、この昨年のマシンっていうのは、95年のマシンです。412T2 ですかね。あれが空力面で劣っていたから、今年の車は空力を向上させることに、力を入れたと。で、エアロダイナミクスに関して、これまでにないほど他人の意見を取り入れた。バーナードさんなりに工夫をしてたってことですよね。前年の車が空力面ではあまりにオーソドックスだったから、これじゃいけないということで、新しいアイディアをいろんな人から聞いたってことでしょうね、おそらく。だけど、アーバインが言うには、もう全然ダメだったと。で、じゃあ、シューマッハはどう言ってたのかっていうと、これスペイングランプリ後のインタビューです。マシンの弱点について、空力の安定性がまだ十分とは言えない。ブレーキング時や加速時にダウンフォースの圧力中心が移動するんだ。ただ、この問題はほぼ解決のめどが立った。雨のスペイングランプリでやっと勝てた。その直後ですけど、空力の安定性は良くないということは言ってますね。だけど、この問題はほぼ解決のめどが立ったって言ってます。マシンのベースは優秀だと自信を持っている。あと少しの調整で、ベストのセットアップを引き出すことができれば OK だと思う。もう一つ、空気抵抗が大きいのも問題だね。昨年のマシンと比較して大きいということだ。空力的な問題点を淡々と語ってますけども、マシンのベースは優秀だと。車を否定しているというよりも、改良によって車は良くなる。シューマッハが考えることですから、どんな状況であれ、チームが前向きに戦えるように意識して発言してるんだとは思います。で、ただ、フェラーリのマシンに問題があるっていうのは、もう序盤に分かったことなので、
フェラーリ内部でこういうことがあったそうです。フェラーリが空力の問題点を認識した参戦終了時点で、開発を阻害するほどの激しいチームの内紛はなくなっていたが、一時期マシンバランスの悪さをバーナードの責任に帰そうとし、一方バーナードはエンジンのパワー不足を問題視していた。昔のようなフェラーリ内部のお家騒動はなくなったとは言っても、マシンに問題があるって分かった時点で、やっぱり車が良くないというバーナードの責任を問うような声があり、バーナードとしてはエンジンのパワーも足りないという意識があって、それがちょっとバチバチしそうだったっていうことでしょうね。アルゼンチン GP 前後、チーム内で改めて力を結集する目的のミーティングが開かれた。フェラーリが自力で内紛を解決したのは歴史上初めてだった。バーナードはこれもひとえにシューマッハの功績だと語る。アルゼンチン GP の前後にチームでのミーティングがあったと。それは揉め事にならずに、ちゃんとした前向きなミーティングになったってことでしょう。で、自力で内紛を解決したのは歴史上初めてだった。すごいですね。でもこう書かれちゃうぐらいフェラーリは問題があればお家騒動が起きて誰かがクビになるっていう、そういう繰り返しだったわけです。でもこのミーティングがうまくまとまったのも、バーナードが言うにはシューマッハの功績だってことらしいんですね。彼が事態に過剰に反応しなかったのが良かった。もしトラブルが発生しても、彼は常にクールさを失わないし、他人に不必要なプレッシャーをかけるのではなく、話し合いを模索する。若いのに驚くほど成熟した人格だよ。シューマッハは怒ったり、誰かにプレッシャーをかけたり、そういうことはしないんですね。あくまで落ち着いて話し合いをすると。バーナードさんの方がはるかに年上だし、人生経験も豊富なのに、彼が驚くほど成熟した人格だと言ってますね。シューマッハほど完璧な人間であれば、相手に対して厳しく接しても全然不思議じゃないと思うんです。むしろ自分がこれだけやってんだから、あなたも同じレベルでやるべきだというふうに言い出したとしても全然不思議じゃないですよね。そういうこと言っても、むしろ乱暴でもないと思います。プロフェッショナルな要求というだけで。だけどシューマッハはそういうやり方はしないんですね。やっぱり前回の動画でも言いましたけども、シューマッハっていうのはチームのやる気を高めたり、チームのみんなを束ねるという能力に関しては非常に素晴らしいですね。こうやってチーム内部に問題が起きても誰かを責めたりするんじゃなくて、落ち着いて話し合いをすると。おそらくチームの中では一番若いはずなのに、それを率先して行うことによってチームの中を落ち着かせるわけですね。で、前向きに物事が進むようにすると。この時でシューマッハ何歳ですかね。27歳ぐらいですよね。恐ろしく頭が良くて落ち着いた人ですね。本当に。で、シーズン中は、あくまで車に対して前向きに頑張るというような趣旨の発言をしてたシューマッハですけど、シーズン終了後はこう言ってます。路面のグリップが高いコースでは、マシンは常にコンペティティブだった。また、高速コーナーではいいが、低速や中速コーナーは苦手だった。マシンは空力に明らかに問題を抱えていたんだけれども、マシンを完全に作り直さない限り、それを解決することはできなかった。この問題は路面のスムーズなコースでは表面化しなかったが、シルバーストーンやインテルラゴス、エストリルなどバンピーなところで顕著になった。やっぱりシーズン終了後にはシューマッハも本音をやっと言いましたね。空力に明らかに問題があったと。で、マシンを完全に作り直さない限りそれを解決することはできないと思ってたんですね。シューマッハほどの腕と能力があれば F310 に乗って数レースしただけでそれはわかると思うんですね。マイナーチェンジというか小改良でこの車速くなれるのか、それとも根本的な設計のミスで速くなれないのか。シューマッハは F310 ではかなり厳しいというのは分かってたはずですけど、とにかく自分が前向きな姿勢を崩さないで、それを継続してチームに見せることによって、チーム自体をとにかく強くしなくちゃいけないっていうふうに思ってたと思うんですね。なので、口が裂けても自分からは、この車はもうダメだなんてことは言わなかったんだと思います。頭の中で分かってたとしても。結局、アーバインが言うには、大きな進化はしなかった車ですけど、それでも小さな改良を重ねていって、
シューマッハは3回勝ったわけですね。数年後から始まるフェラーリの黄金時代は、あくまでこういった一つ一つの積み重ねによって成り立ってるってことがよくわかると思います。こんな感じで F310 の車がどうしてダメだったかっていう話をしだしたはずなんですが、結局シューマッハがどんだけ素晴らしいかという結論で終わってしまいました。今回はあんまり細かい技術的な内容には触れずに終わってしまいましたので、次回はもうちょっと細かい技術的な話をしたいと思います。今回の動画はここまでです。いつも皆さんコメントありがとうございます。もうすぐ6000人行きそうですね。ありがとうございます。1万人目指して頑張ってますので、はい。とにかく継続して動画を作りますので、応援、コメント、高評価、はい。よろしくお願いします。